4、3、2、1、0、イエーイ。はい。というわけで、本日はですね、オフシーズンにやってきてる、インテツ争奪戦。こちらの基本的なルール解説、それから遊び方について解説していこうと思います。この動画では、インテツ争奪戦で知っておきたい基本ルールと遊び方、それから爆死する戦い方と比較的安全な戦い方が分かってきましたので、そちらをお伝えします。まずこの隕鉄争奪戦、どんなイベントかと言いますと、隕石がある時間に空から降ってきますので、それを採取します。採取した隕石に応じてポイントがゲットできます。で、特定のポイントを手に入れると報酬が開けられるので、一番大きい目的はこの報酬を手に入れるというところになります。このイベントは4つのサーバーが集まって隕石の取り合いをします。例えばこの回では370、355、333と、私たちのいる300サーバーがマッチングしている形です。土曜日に2回開催でして、11時10分から11時40分までの30分間が一番最初の第1回戦。370サーバーに、ここね、あと1日ぐらいで降ってくるよっていう風に表示があります。で、2回戦夜の分になりまして、11時30分から30分間の試合です。これはまた別のサーバーに隕石が降ってきます。報酬がとんでもなくいいです。栄養ポイント、それから武装関係、ドローン関係といろんなアイテムがたくさん手に入りますので、可能な限り参加しましょう。1回戦、2回戦、両方とも参加した方が獲得できる報酬が多くなりやすいです。どっちかだけでも全部取ることができます。さあ、ざっくり遊び方見ていきましょう。まずはですね、所定の時間に隕石が降ってきます。ドーン。で、この時、あるエリアにいる人たちはみんな吹き飛んでいきますと。で、まず、隕石が降ってきて、採取ができるエリアというのが決まっているので、そこに入っていきましょう。そのエリアには、バリアができるエリア、それからバリアができないエリアの2つがあります。地図で見るとこんな感じです。より議事堂中心に近い赤エリア。ここはバリアができませんが、その分たくさんのポイントを獲得できます。すべての宝箱の報酬を開けるには、一度はここに入る必要があると思っておきましょう。そして赤と黄色の間、ここはバリアを張った状態でも入ることができます。ただ、獲得できるポイントが少ないです。はい、エリアの中に移設をすることができたら、その後は隕鉄というものを掘っていきましょう。隕鉄には大きく3種類あります。ここに部隊を送り込んで、これらを採取していくという流れです。一番小さな隕鉄のかけら、これは唯一バリアをしていてでも獲得ができます。競争率はめちゃめちゃ低いので、争いになることはまずないでしょう。ただ、これだけをずっと狙って全ての報酬を獲得するというのは難しいと覚えておいてください。続いて隕鉄の結晶、採取するにはバリアができないエリアに入る必要があります。多くのプレイヤーにとってポイント稼ぎの要になるアイテムです。隕鉄の結晶は採取が完了した時に大量のポイント、それから結晶というアイテムを基地に持ち帰ることができます。で、この結晶は持っているだけでポイントを生み出すことができるので、これでどんどん稼ぐ数を増やしていけます。ただですね、採取完了時という特徴があるので、この完了だけを狙ってタイルキルして横取りする人も現れます。はい、ここでですね、今結晶を採取してて、はい、今完了したので1500点、それから1個部隊が持って帰ってます。はい、持ち帰りました。ちなみに他の人がどれくらいこの結晶を基地の中に持ち帰っているかというのは見ることができます。これたくさん持っている人の方が1秒あたりに稼ぐ隕鉄の数が多いっていうことですね。続いて性格です。こちらもバリア不可エリアのみに登場します。特に議事堂中心に出ます。で、議事堂中心はもうトッププレイヤーがひしめくもう大激戦場なので、これを問いに行くということはかなり腕に自信がある方でないとお勧めできません。その代わり、採取が完了した時に超大量のポイントと、あとは性格という所持しているだけでポイントを大量に生み続けるアイテムを基地に持ち帰れるので、個人ランキング、それから連盟ランキングで上位を目指す方はこちらが必要になります。それからこの基地に蓄えられる結晶や性格は奪えます。ほーら来た、ほーら来ました。ほらほら3部隊も出してきました。1、2軍をですね、防衛に入れてるので多分守れます。こういう風にね、遠くに3部隊出すなんて迂闊ですよ。はい、しっかり守ったので、3つ持ってらっしゃるのでありがたく、
いただきましょう。1、2の3。こんな感じでね、攻撃を通すことによって、相手の陰鉄を奪うことができます。試合の終盤はですね、積極的に奪いに回ってる人がいるので、その点は警戒しておきましょう。舞台が遠くに出ていると逃げたい時もすぐ逃げられませんからね。基本的にはこの真ん中の陰鉄の結晶ですね。これだと比較的安全なところにもありますので、これを集めて回るのが一番安全かつポイントを集めやすいと思います。午前の部、午後の部のどちらかでひたすらこの陰鉄の結晶を集めて回れば、あとはもう陰鉄のかけら、バリアで取れるものを集めていても全部の宝箱は開くんじゃないかと思います。加えて高級移設、これは貯めておいた方が良いです。このクレーターの中を移動するのに高級移設が必要です。もちろんサーバー間移動でしたり、一回このクレーターの外に出るということもありっちゃありなんですけど、それをすると今手持ちで持っているこのかけら、全部一回落としちゃうので効率が悪くなります。高級移設の場合は落とすことなく移動することができるので、可能な限り高級移設を蓄えてイベントに臨みましょう。それからめっちゃ強い人に攻撃されて、基地がランダム移設してしまった場合も、この手元にあるすべての陰鉄の結晶を落としてしまいますので、強い人が来た時もすぐ逃げれるように舞台遠くに出しすぎない方がいいですね。さて、じゃあ楽しいネポグタの爆死を見ていきましょうかと。これ初めての陰鉄争奪戦です。300サーバー、私のいる300サーバーに隕石がドカーンこれ大爆笑しましたね、最初の次。いや、議事堂終わったーって言って。で、議事堂の近くに基地構えてたので、ランダム移設が発動です。一応移設するためのアイテム1個もらえるんですね。隕石保険がおりました。さて、この後僕男子どこに行くんでしょうか。まあね、戦域の大統領ということもありますので、ここは攻めていきたいところ。さあ、早速、いろんなアイテム、性格が降ってきている。性格の近くということは、それはかなり議事堂が近いぞ。さあ、しかし、いろんな敵キャラが現れているところに、そこに行くのか、そこに。大丈夫か、僕ら。行ったーというわけで、議事堂の中心に、まず飛び込みましたね。ここは誰か掘ってるようです。さあ、こっちのちっちゃいところは仲間が掘ってますね。さあ、ちっちゃいところに、一部隊送り込みました。真ん中に来たのにわざわざちっちゃいところに送り込む。せっかくならこのね、性格、この青いやつを取っていきたいですよね。さて、ポコ男子、ここまで動きがないが、おっと、近くの陰鉄の結晶、中くらいのアイテムですね。これに狙いを定めている。一軍を走らせた。そこには他人がいる。さあ、タイルキル成功を見事獲得して、最終時間がもう少しで終わる完了して持ち帰る。なんと魚降っている。なんと中央付近に行ってわざわざ魚降っている。かなりヘイトを買いそうな動きをしております。さあ、偵察を入れた。こちらの性格。もうすぐ上がりそうな性格に向けて、まさかやってしまうのか？やるのか？一軍を送り込んだ。さて、勝てるか？勝利！そして性格を魚降っていく。採取完了、それに加えて、性格を持ち帰ることにより、随時ポイントを稼ぐという作戦のようです。さあ、しかし、周りは今のところおとなしく、性格や陰鉄を掘っていますが大丈夫でしょうか？戦力的にはかなり、ポコタン氏、厳しいところにいるようなおっと、さらに狙っていますね。少し遠く目の性格を魚振ろうという作戦か。おっと、下に、他戦域の大統領が来ましたよ。冠を被っている。さあ、真下に性格があるので、権威を送ったが、攻撃アラートがやってきた。相手は航空だが、まあ、1、2軍はいるので守れるだろうと。おっと、守れない。1、2、食らって3か。燃えてる。これは爆死だ。フルフェンスではないにしても、もう構わず、遺跡を使いましたが、もう時すでにお寿司。慌てて回復しているが、移設はこれ意味あったのか？もうすでに手元には、性格も陰鉄もないぞ。大丈夫か、ポコタン氏。ちなみに今の一瞬で15,000の兵士がいなくなってますね。はい。まあこれで、もう開始まだ5分しか経ってませんけれども、かなりもう戦意が喪失しているようです。まあみんなね、真ん中はやめましょう。相当強くないと無理です、これは。で、多くの方にお勧めできるのは、少し外れの方で、性格の結晶、これをひたすら集めていく形です。
一軍はですね、できるだけ基地の近くに、最初に出しておいた方がいいです。すぐに守りに入れるようにですね。田舎の選手でももちろん襲ってくる人はいるのですが、比較的少ないです。同じようにですね、できるだけ争わずポイントを貯めたいなっていう人たちが集まってる印象なので、そこまで戦闘はない。むしろ、態度を遠慮して、避けようとする人も多いなっていう印象でした。仮にですね、タイルキルで、たくさん決勝を取られたとしても、全部取られるわけではないので、1回戦、2回戦ともにコツコツ頑張っていけば全ての宝箱を開けるのには十分ではないかと思います。他人の基地攻撃もそこまで無理をする必要はないです。私は仕掛けられたら反撃をするぐらいですね。で、この動きで十分宝箱を全部開きます。午前の部、午後の部、どちらが片方だけでも開くぐらいのポイントを稼げました。なんならこうね、4サーバーある中で、だいたい100番から50番間ぐらいの個人ポイントは取れるので、十分すぎると思います。ヒンタチ争奪戦はね、田舎最高と覚えておいてください。報酬に関して少し分かりにくい点があったので補足をしておきます。最初に紹介した宝箱の報酬以外にも、個人で獲得した隕石ポイント、連盟で獲得した隕石ポイントに応じたランキングの報酬があります。こちらも手に入ります。この報酬ですね、1回戦と2回戦のどちらかのうち良かった方の報酬がもらえます。例えば私この時は1回戦は200位から500位の間、2回戦は51位から100位の間の順位だったので、もらえる報酬は上の2回戦のこっちの報酬をもらえるようになります。連盟の報酬も同様ですね。この連盟の報酬では栄養ポイントなどかなり豪華なアイテムがあるので、ぜひ上位のランクを目指していただきたいです。午前の部、午後の部、どちらか集中して頑張ろうねっていう風に仲間内で話し合うのもいいでしょう。はい。というわけで今回は、隕鉄争奪戦の遊び方の解説でありました。ぜひ、高評価、それからチャンネル登録の方もお忘れなくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。英雄まぜまぜのコーナー、イエーイ！ご無沙汰しております。英雄まぜまぜのコーナーです。このコーナーでは2つの英雄をチャット GPT に入れ込んで画像を出してもらってます。その画像はですね、何の英雄が混ざっているっていうのを当ててください。最初にお伝えしておくと、多分チャット GPT の最近画像出力の感じが変わったのかな？ちょっと雰囲気が変わってきて、ちょっとわかりやすくなってるっていうのはいいところです。ただ、ちょっと突っ込みどころもあるので、そこもお楽しみください。はい、まずこちらですね。非常にね、わかりやすいのはいいところだとは思いますよ。ただその毛どっから出てんの？これ何？つけたの？出てんの？どっちでもいいですけれども。はい。私はね、好きな2キャラが混じっているということで、お分かりになる方も多いんじゃないでしょうか。それでは、正解いってみましょう。こちら正解は、ケイジとケインでした。名前はケンジといったところでしょうね。続いてこちらですね。こちらなんと今回3キャラクター混ぜました。で、うち2キャラは元 SSR なので、ちょっとわかりづらい人にはわからないかもしれないですね。ただちょっと突っ込みどころも多くて、まずこれですね。これは何なの？これ髪の毛なのかフードなのか、新しいファッションなんですか？そして何ですかこのトゲ？ここだけトゲは変でしょ。はい。というわけで、正解いってみましょう。正解は、キンバリー、ビオラ、スカーレット。この3キャラでした。うまいことね、服を混ぜようとしたらこうなったんでしょうね。最後はですね、こちらですね。個人的にはめちゃめちゃかっこいいなというふうに思いますので、このキャラはですね、実装希望ですね。2キャラです。今回は2キャラ混ざっております。1キャラはもうかなりね、服の感じとかからも分かりやすいですかね。もう1キャラ、男の子と女の子なんですけど、女の子の方が少し分かりにくいかなといったところです。いい難易度でしょう。さて、そろそろでは正解の方行きましょうか。こちらは、マクレガーとディーバでございました。かっこいいっすよね。なんか中性的で、男性なのか女性なのか女性かな？ちょっと女性っぽいですけど。お名前はマクディ・レガーといったところでしょうね。てか、めっちゃ半目だ。